はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、イヤホンじゃないですね。EPG TP35 ポータブル USB ダックヘッドフォンアンプです。時々イヤホン以外もレビューするんだよね。そうね。最近は小さめサイズのモデルを結構やってるかな。EPG のポータブル USB ダックのラインナップは結構あって、以前このチャンネルで TP20 と TP30 をレビューしたね。新しめのところでは TP50 と TP20 Pro。そして今回の TP35 で今までのラインナップとの一番の違いはサイズでかなり小さいんだ。それでいてスペックでの妥協点は少ないんだよ。へえ。それじゃあまずそのサイズ感を知りたいね。はい、これね。ざっくり言うと長さ4センチ、幅2センチ、厚み1センチぐらい。それでピンとこない場合はこの写真でイメージできるんじゃないかしら。とにかく小さいのよね。軽いし。隣に写ってるのは EPG95 Pro でこれ自体も小さいのよ。へえ、イヤホンケースが大きいわけじゃないんだよね。もちろん、これも参考になるかな。TP20 とも比較してみたよ。TP20 はポータブルでは割と普通のサイズだよね。確かに一回り小さいし。おお、タイプ C のコネクターがやたら大きく見えるわ。だよね。この小さなボディは CNC アルミニウム合金製で、表面はサンドブラスト加工になってるわ。頑丈な上に内部基板をデザインとして見せているのも悪くないわね。こういうデザイン、他メーカーでもちらほら見かけるけど、かっこいいよね。そうね。この基板のインジケーターの色表示で PCM や TSD 再生のステータスがわかるようになってるわ。視認性はとてもいいわね。価格は9000円台で割と買いやすいと思うんだけど、性能面はどうなの？まずダックチップは CS43198 を2機搭載。この仕様は別メーカーのモデルでも結構あるので、さほど驚くこともないけど、サイズを考慮するとなかなかやるなぁという印象。スペックを細かく見るのもいいけど、この3モデルで比較してみた方が頭に入りやすそうなので表にしてみた。TP50 との比較中心で見てみると、まず TP35 のウィークポイントは専用アンプが載ってない。ご覧の通り TP50 にだけ載ってる。出力も一番控えめな TP35 だけど、ボディが小さいから仕方ないところだ。でもバランス接続すればそれなりの出力にはなる。 TP50 はパワーはあるがその分重い。 PCM 再生のマックスも差があるけど 384kHz あれば十分という気はする。なので TP50 との差はパワーと PCM 再生の最大値で、それ以外のスペックは共通点が多く、ダックチップも同じ CS43198 が2機というわけで TP50 の一部の機能を削って小型化したのが TP35 という風に見え、 TP20 Pro ベースの設計でないことがわかる。パワーの差は少し気になりますが、小型の利点を生かして使いたい人にはいい選択肢ですよね。そういうことだね。機能面、操作面では小型だと削られがちなデジタルフィルターを搭載してる。よく聞かないと違いがわからないかもだけど、機能をしっかり載せてくれたのはいいよね。操作ボタンはこの2つのみなので、押し方でいろいろ機能を引き出すことになります。だいたいこんな感じになっていますね。UAC2.0 に対応していないゲーミングデバイスの接続時には UAC1.0 で対応可能です。音楽用途以外も想定して設計されているんですね。小型でも多用途。いいね。ゲイン切り替えもボタンの押し方パターンだ。文字だとピンとこないかもなので、これを見てもらおうかな。という具合、ホワイトのインジケーターの点滅回数で判断だね。操作は簡単。ボタンがちっちゃいのがちょっとって感じだけど、ゲイン切り替えはそう頻繁にはしないだろうから問題ないでしょう。音質についてはどうなの？この次の動画でレビューする EPG95 Pro をつないでアンバランス接続で聞いてみたんだけど、おお、これ結構いいなーっていうのが第一印象。さっきも触れた通り TP50 と比較してもスペックをあまり落としていないので、小さくても本格派という感じ。バランス接続で大きめな音で聞いても本体の発熱は少し暖かくなる程度で、パッと聞いた感じでは高低のどちらかが強調されるような感じもしなかった。何曲か P を K7 とコードに聞き比べてみると TP35 は若干声域が優しい感じがしたかな。でもそれがまたいい印象だった。鳴り方の余裕の違いは少し感じたけど、比較してるのが据え置き型で価格もかなり違う K7 だからね。スマホと接続してボリュームで不満には感じなかったんでしょ？もちろん。じゃあ鳴らしづらいヘッドフォンはどうだった？この2モデルをスマホ経由でつないで聞いてみたところ K712 Pro は余裕なくてちょっと厳しかった。 P2 Pro はまだ余裕あったね。鳴らすことはできるけどヘッドフォンの性能をしっかり引き出すにはもっと余裕が欲しいよなぁと思ったね。じゃあその場合は TP50 とかの方がいいってことね。うん。なかなかいいモデルのようですね。うん。レビューでいくつかポータブル USB ダックは聞いてみているけど、1万切る価格でこの音質なら納得できるんじゃないかなと思ったね。スマホ接続の場合、直差しの USB ダックにはかなわないけど、スマホの背面に両面テープで固定してもそんなに邪魔には感じず、案外ありかもなんて思ってる。 PC 接続して使うのも良さそうですね。そうだね。ノート PC の音質アップにもいいよね。
次の動画 Q5 Pro のサウンドチェックは TP35 からの出音を収録したけど、いい感じで撮れたよ。そうでしたね。ノート PC につないで使ってみたくなりました。買っちゃおうかな。ということで、BPG のポータブル USB ダックヘッドフォンアンプ TP35 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。